世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、とかと申します。今週はですね、戦闘をさらに進化させていこうということで、主に MP を用いたアーツをね、敵にもっと使わせることによって、戦闘の奥深さをどんどん作っていこうというところなんですが、今週は一番変化のあったこの二刀流の女性キャラの敵ですね。こいつとの戦闘をとりあえず見てもらおうと思います。はい。というわけでね、どうだったでしょうか。2本前の動画でね、この敵キャラと戦ってる映像を見れると思うんですけど、めちゃめちゃ強くなりましたね、今回。追加したモーションの数自体はそんなに多くないんですけど、メイ属性のね、弓矢を撃ってきたりとか、あとは一番強い大技ね、ジャンプしてからの某兵士長みたいな回転切りで落下してきて、で、着地後にね、ワンテンポ遅れてから地を這う衝撃がやってくる。これ、開発名称でアースクエイクなんて呼んでるんですけど、地を這う属性の範囲攻撃で、足元から襲ってくるタイプの衝撃なんでね、基本的にガード不能になってて、ジャンプするとノーダメージでかわせるという感じになってます。この技があるだけでね、もう非常に強くなりましたね。厄介な敵です。一応こいつはね、分類としては強敵タイプの敵で、ボス敵ではないのでね、マップ上に普通に配置されてる敵ではあるんですけど、いわゆるこいつとかこいつみたいな雑魚敵っていうタイプの敵ではないので、この二刀流の女キャラがね、複数体同時に配置されてて、2対1とか3対1で勝負を仕掛けてくるみたいなことは極力起きないようにしようと思ってます。複数戦のシチュエーションは基本的に雑魚タイプの敵とかで組んでいって、要所要所のね、マップの肝となるところでこういった強敵タイプのキャラを使っていくという、そういった方針でね、マップは組み上げていこうと思ってます。やっぱこの手のタイプのゲームって雑魚敵とのね複数戦でザクザクとなぎ倒していくのもいいんですけど、やっぱりねこうちょっと強めの強敵タイプのモブと対マンをするところって結構楽しいじゃないですか。攻略途中なんでね、回復の数とかも限られてたりするし、個人的にはそういう緊張感が好きなんでね、こういった強敵タイプの敵は、種類もね豊富に用意したいなと、できるだけですけどね思っております。で、今回のこの大技ジャンプからの着地アースクエイク、ジャンプ攻撃の部分をねガードしてしまうと大きなノックバックをしてしまって、アースクエイク部分が確定でヒットしてしまうという結構凶悪な作りになってるんですけど、ジャンプを見てからねめちゃくちゃ下がって距離でかわしてしまうだったりとか、ジャンプ攻撃の部分をパリでやり過ごしてワンテンポ遅れてくるアースクエイク部分はジャンプで回避というところができれば、これめっちゃ難しいんですけど最大のリターンを取ることができます。相手もね MP 消費してこのアーツ打ってきてるので、うまくいけば知罰を押し付けるというところまで持っていけるかなと思います。さっきちらっと話に出たんですが、マップに大量に置くことになるね、雑魚敵に関して、こいつらも正直バリエーション、種類の数がね、全然まだまだ足りてないです。なので、いろんな武器種とかね、量産していく必要があるんですけど、こいつらって現状、今物理攻撃しかやってこないんですよね。それもちょっと変えていきたいなと思ってて、さっきの二刀流キャラほどのね、強いアーツを与えるつもりは断じてないんですけど、もうちょい控えめな性能のアーツとかをね、少しずつ覚えさせていきたいなと思っております。敵がアーツを使ってくることによってね、こちらプレイヤー側の使うアーツもさらに意味が増してくるという、そんな感じの戦闘システムになっているので、これによってね、どんどん戦闘、雑魚敵との戦闘も進化させていければなと思ってます。で、取り急ぎね、今週はこの雑魚敵にもね、メイ属性の弓矢を撃たせられるようにしたんですけど、こういった遠距離系のアーツはね、結構使い方注意しないと危ないなと思ってます。遠距離が強すぎるとね、いわゆるシューティングソウル状態になってしまうので、もともとこのゲーム自体がね、近接での切り結びっていうのを結構楽しんでもらうゲームという感じのコンセプトになっているので、あくまで遠距離手段は絡めてぐらいの感じにね、留めておきたいなと思ってます。例えば発射頻度だったりとか、それから誘導ですよね。弾丸がどれくらい対象に対して追従してくるのかっていうところですよね。これに関しては基本的に移動さ
えしてれば、まあ当たらないよねというような感じに仕上がってます。もちろんね、足を止めてる場合もガードできますし、一応パリもできるようになってますと。で、こちら側もね、一応遠距離手段として弓使えるようになっているので、エイム状態からの試射撃とかでね、応戦していくような形にできればなと思ってます。この世界の弓っていうのは、触媒っていう色合いが強くて、実物の弾丸を発射してるわけではなくて、まあ、メイ属性のね、魔法の矢みたいなのを発射しているという設定なので、もちろんね、MP も消費して撃つことになります。MP が弾薬の役割も兼ねてるみたいな感じですね。で、こういった雑魚敵とかはね、メイの扱いにそれほど長けてるわけでもないので、この触媒の力に頼り切ってね、弓矢を放っているというような感じになります。なので結構 MP の扱いが雑なんですよね。簡単にオーバーヒート手前まで使ってきてくれるという風な弱点もね、用意しようと思ってるので、こちらとしてはね、敵のオーバーヒートを誘発して地罰を押し付けるところまで持っていくことができれば、遠距離からでもね、こういったうざい射撃型の敵を即殺できるということで、結構気持ちのいいプレイ感に持っていけるんじゃないかなと思ってます。ただちょっと現状ね、プレイヤーのこのエイムモードとか、だいぶ挙動がいろいろちょっと怪しいので、この辺は要ブラッシュアップというような感じになります。はい。というわけでね、今週の進捗共有でした。まあ他にもね、敵キャラクターに関して、戦闘以外の行動ですね、巡回ポイントを設定して、その地点間をね、巡回できるようになったりとか、あとは何か音が発生した時にね、その音の発生源まで敵を探しに行くみたいな挙動ができるようになったんですけど、まあこういった話ってね、結構地味なところなんで、まあ割愛させていただこうかなと思います。まあこれからもね、ゲーム開発の美味しいところだけね、しゃぶっていけるという、そんな感じのチャンネル運営スタイルでやっていこうと思ってますので、これからもね、末永くお付き合いいただければなと思います。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。